皆さんこんにちは、こんばんは。グリーンバイブスマンです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は、YouTube のコメントでいくつか、リクエストいただいていた、観葉植物の水やりについての、動画を撮ってみましたので、ぜひご覧ください。僕の部屋は5、60鉢ぐらい観葉植物があって、それぞれ水やりをする頻度だったりタイミングが異なるんですが、ようやくその動画が撮れたので、もしこの動画が気に入ったと思った方はぜひ、すでに気に入ったと思った方はぜひ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。そしてようやく梅雨が明けてきて、僕の部屋もクーラーをつけていても今、27度ぐらいの気温になるんですけれども、これから成長期になっていくので、水やりとても重要になるので、ぜひ参考になればと思います。はい、ということで僕は、このクリアな、じょうろを使っていつも水やりをしています。そして、観葉植物には結構このサスティを使っていることが多いです。園芸店とかホームセンターとかでサスティ多分見かけたことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕は結構これを活用しております。で、何がすごい便利かというと、ここの、サスティのですね、今青くなっている部分、ここですね、ここが青くなっている場合は、土が湿っている状況ですよっていうことなので、水やりをしなくて大丈夫です。で、逆に白くなったら土が乾いてますよという合図になるので、それをいつも、見ながら水やりをしています。で、あとこのバケツは、シリコン製でできている、ちょっとブランド名忘れてしまったんですが、こういうぐにゃぐにゃ曲がる、サイズもちょうどいいものですね。で、洗面所のシンクの下とかにもしまえるので、僕はこれを結構使っています。で、洗面所のシンクで水やりを直接してしまうこともあるんですけど、きちんとこう管理をしたいなっていう時にはこれを使っています。で、まず一つ目、スキンダプサスですね。ちょっとこれ葉焼けをさせてしまった部分、植え替えの時に葉焼けをさせてしまった部分があるんですけど、元気です。で、今このサスティは白い状況になってるので、水やりをしないといけない。土の中が乾いてる状態ですよっていうことを知らせてくれてるので、水やりを行っていきます。で、水やりを行うポイントとして、ちょろちょろとか上げてしまう方は要注意かもしれないんですけど、きちんと、鉢の下から水が出てくるぐらいまでドバドバと上げて大丈夫です。そうすることによって、きちんと水が行き当たるのと、酸素がこうまた入れ替わるので、根の張りも良くなります。なので、ちょっと中途半端に水を、上げて、少しずつ上げてっていうよりかは、一気に上げて、また乾いたらまた一気に上げるということを繰り返すと、植物も元気に育ってくれますね。で、こういう風に下から、水がドバドバと出てくるぐらい僕はいつも上げてます。なので結構メリハリが大事ですかね。なので乾燥させる本当に乾くまでは僕は水はあげないようにしています。あとは植物によってもそれは異なるので、それぞれの特性に合わせてはいますけれども、基本的にはそんな感じであげています。で、こんな感じで新芽がねどんどん出てきてくれているんですけれども、こういう風に、サスティを使うと水が、湿るとですね、こういう風にここ青くなってきます。で、今ちょっと、8倍速ぐらいのスピードにしてみたんですけど、サスティが全部こういう風に青くなりました。そしたら土がもう全体にこう湿ってますよっていうサインなので、水やりは大丈夫です。これがまた白くなったら、水をあげるという、繰り返しになりますね。なのですごく観葉植物の水やりをする際に、管理をする際にですね、便利なツールになります。はい。観葉植物の水やりの管理の方法で、土を触るとかいろいろありますけど、ちゃんと中まで、指を突っ込むことができなかったりするので、すごく便利かと思います。あとは竹串を使うとか割り箸を使うとかもありますけれども、常に刺しておけるのですごい便利です。で、今度はポトスライムですね。これも、水がカラッカラの状態です。これも真っ白ですね。カラッカラの状態なのでたっぷり水をあげていきたいと
思います。で、この夏の水やりの、注意事項なんですけど、必ず夜かもしくは、まだ気温がそんなに上がってない朝の時間帯にあげるようにしてください。僕もこれは結構朝早く水をあげています。クーラーとかが日中もずっとついてる部屋とかであれば問題ないかもしれないですけど、そうじゃない、夏の昼間暑くなる時に、水をあげてしまうと根っこが、傷んでしまうので、基本的には朝か夜に水をあげています。で、こちらにもたっぷりと水を与えていきます。僕の場合夏は成長期なので2回に1回ぐらい、水やりの時に、その水に肥料を混ぜて、水やりをしています。でこんな感じで、水をたくさんあげました。で、下の方ちょっと青くなってきてますけど、これ時間経てば、全部青になりますね。なのでこちらも、水やり完了という感じになります。本当にサスティ便利ですよね。特に、高い位置に置いてある、植物とかはすごく便利です。わざわざ土を触ったりとかしないでも大丈夫なので。次こちら姫モンステラですね。これももう、サスティが白くなってしまっているので水をたっぷりあげていきます。はい、こんな感じでドバーっとたくさんあげていきます。で僕は結構テラコッタ鉢が、すごく好きというか、観葉植物にもすごい環境的に整っているのでテラコッタ鉢を使うことが多いです。こちらも、同じようにたくさん水をあげて、鉢底からこういう風にですね水が出てくるまであげています。基本的にどの植物も、水やりをした時には、こうメリハリを大事にしていますね。カラカラになったら、たっぷり水をあげて下から出てくるぐらいまであげています。こんな感じでバケツでやると結構部屋の中で水やりするのも楽になります。そのまま時間がない時にはそのままあげてしまうこともありますけれども、時間がある時にはこういう風にして水やりもなんか癒しの時間として、楽しんでいます。はい。でそれぞれ観葉植物たくさん持ってますけれども、根の水が違かったりとかして、例えばこの、ホヤオーストラリス、これはまだ、青いですね。なので水やりはまだ不要ですね。なので、それぞれの植物によって、根の水が違かったりする、根の水の吸い方が違かったりするので、土を触るか、もしくは竹串をやるか、もしくはこのサスティをやるかとか、いろんな方法ありますけれども、僕は結構このサスティ便利だなと思って、水やりの管理が難しい植物、特にそういった植物には、サスティを挿していることが多いです。こちらエスキナンサスラディカンスですね。買った時は結構なんかシワシワだったんですけど、ようやくツヤが出る葉っぱが出てきました。でこれも、水が足らない状態なのでたっぷりあげていきます。全部同じなんですけど、下から水がドバーッと出るぐらい水をあげています。なので、決して頻度を多くするのではなくて、乾いたらたくさん水をあげるっていうことを僕はいつも注意しながら水やりを行っています。で、植物によっても、水が好きな植物とちょっと乾燥気味に育てて、いった方がいい植物があるので、このホヤとかは、結構乾燥気味の方がいいので、このサスティが白くなってから 2,3 日経ってから僕は水やりをするようにしています。なのでそれぞれの性質に合わせた方がいいかと思います。でこのサスティに関しては、この白い部分、この色が変わる部分がリフィルがあるみたいなので、効き目がなくなってきたら中身を交換するような感じになります。で、今日ご紹介したこのサスティなんですけど、サイズに関しては S、M、L サイズの3種類で、色が緑と白の2種類になります。
なのでインテリアとかにも合わせて、どっちかを選ぶ、あと鉢のサイズに合わせて、サイズを選ぶみたいな感じでさせてもらえればいいかなと思います。僕の場合はハンギングの植物だったりとか、あとは棚の上に置いてある植物、その他手の届きにくい場所に置いてある植物に、サスティをさして水やりの、管理をしています。こんな感じでね、休日はゆっくり水をあげるのも癒しの時間になっています。カフェラテを入れながら今回水やりをしました。はい、ということで、たっぷり水をあげるっていうことが、まず基本として、大事になってきます。そしてあと頻度ですね、ちゃんと土が乾いてから、たっぷりと水をあげるということを、注意してもらうと、観葉植物もすくすく育っていくんじゃないかなと思います。あとはこういったサスティのようなツールを使って、観葉植物を管理していくと、もっと上手に観葉植物は、管理できるようになるんじゃないかと思うので、ぜひこういうものを、使用して一緒にグリーンライフを楽しんでいきましょう。ということで、今回は観葉植物の水やりの方法について、ご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が参考になった、楽しかった、癒された等ありましたら、ぜひ、高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。その他何か、コメントとかもあればぜひ返信させていただきますので、どしどしお待ちしております。いつもご視聴いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。グリーンバイブスマンでした。バイバイ。